バックシティツアーズのオフィスにやってきました。明日のツアーに参加しようと思います。WhatsApp で連絡したらここにオフィスがあるということなんで来てみました。バックシティツアーズインフォメーションツーリスト連絡したことここです。バックシティツアーズのオフィスにお邪魔しております。今回担当してくれた方です。エスミラ。Do We will provide this tour. We are showing here 6 places. Actually, in the picture is 5. So it will be close to Baku. We'll show you UNESCO Heritage Site, Kobustan National Museum, mud volcanoes, Fire Temple, Burning Mountain. So I hope our guest will enjoy tomorrow's tour. はい、私たちも楽しみにしております。ありがとうございました。See you. じゃあねーって。じゃあねー。本日5月の31日です。今ですね、8時40分ぐらいです。アゼルバイジャンのバクーにいます。本日の気温ですね、ただいま17度、最低気温14度、最高気温23度になる予想です。今日はこれからジャーネさんどこ行くの？バクーシティツアーさんのツアーに参加してコブスタンとかいろいろ回っていきます。はい。天気が良くなるまでね待ちましたよ。今日はすごく天気がいいです。はい。いい映像が撮れるといいんですけど。いいですが、はい。では行ってきます。8です。このベンツです。はい、8時51分に出発しました。Herkes Kobustan Apşarı'na geliyor. Evet. Today I will speak 2 languages. Turkish and English, okay? Women 2 dilde konuşuyor. 最初に訪れたのはビビヘイバットモスク。バクー市内から車でわずか15分、カスピ海沿いに立つのがこのビビヘイバットモスクです。ここは13世紀に創建され、ソ連時代に破壊されたものの、1990年代に再建されています。内部の床には伝統的な色彩豊かなカーペットが敷き詰められ、信徒が祈りを捧げる場所となっています。見上げれば金色の聖句文字と緑やターコイズのモザイクで装飾された緑の天井が広がっています。ここに置かれているトゥルバは大地に直接額をつけて礼拝するシーア派の伝統を守るための土の板です。現在は地域の重要な宗教活動の中心地、そして貴重な文化遺産として機能しています。とても陽気なガイドさんと陽気です次の目的地はデイ火山です。途中からデイ火山へは地元の車に乗り換えます。小さい車ってだけですね。大きな車は入れないのかな、多分そうだと思います。なかなかこれが面白いね。これジープじゃない。ジープじゃないけどオフロード普通の車だ。でこれで現地まで行くってことでしょ。そうだ。はい。ワンキャン見て。Nereden sürülmüşse? ドライブ。はい。なんか陽気な運転手さんです。はい。好き。羊がいる。走っていく。超アクロ。自分の四駆で運転してみたい感じです。私このボロい車は嫌だけど。嫌だよね、だって。自分の車の。あんなの刺さっちゃってる。この登るね。登る。こんな登るんだ。おお。頑張れ。はい、到着しました。で、これオイルがあるから触らないでねって。ああ、泥のなんかトゥルトゥル出てるやつだ。そう。でもタクシーになってるもんね。これ触らないでねってオイルです。あ、ついてる。Metan The fire. メタン。おお。ついてる。おお。
おお、結構出る。ほら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 。おお。ここでは地面から泥と天然ガスがボコボコと噴き出す不思議な光景が見られます。もっと広いかと思いましたが、言ってるところがありますけど、でもメタンガスが出たりしてます。はい。この景色わかりますかね。ただ真っ平らなところになんか泥の山みたいのがあって、そのちょっと隆起したところからボコ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 出てたり、オイルが噴き出してるのかな、ガスが噴き出したり、そういう感じです。大きな音がするけど、ああ見える見える見える、ちょっと見える。見える？うん。もうあちこちからこれ湧き出てます。まるで月面のような景色にも見えてきます。風景は広大ですが、ここ見る場所はそんな広くありません。ただ風景は素晴らしいです。後ろカスピ海、これなんかやはり油田がたくさんあるみたいです。ところどこにちっちゃなコンビナートみたいなのがあります。ここであまり近づくとこうなってしまいます。飛んだ飛んだ。風で飛ぶんだ。やばい。あー、ちょっと乾いてからいいんじゃない？すごい飛んだじゃん。飛んだよ風で。うん、入ってないけど。顔すごいじゃん。そう、顔飛んだ。二人とも？私も？ちょっと待って。これ事件だよ。事件。これオイルなのかな。こんなんなっちゃった。風下には立たない方がいいですよ。こういった車でやってきます。私たちが乗ってきたやつはこれだよね。もうタイヤがペロペロです。さあ帰りましょう。死んだって装置しています。追い越したんじゃない？ああ、違う道行ったよ。走った？レースみたいな。レーサーみたいですね。わざと遊んでるみたいな。だってみんな仲間だもんね。仲間だから。次はコブスタン国立公園目指します。はい、こちらでカードの人がチケットを購入しているようです。で、私たちは一括購入を頼んだのでガイドさんが購入してくれます。入場料は1人15マナトです。1400円ぐらいでしょうか。はい、コブスタン国立公園に入ります。はい、ではガイドさんの後についていきたいと思います。岩の大きさとかがこうやって歩くと見えるので、トイレ行きます。女子混むから。ツアーでは重要です。トイレがあるということは重要です。必ずトイレ行きましょう。もうみんなトイレ行くけどね。みんなトイレします。さっき飲んだりしてたから。トイレはここで無料です。まあ入場料と言いますからね。ここは旧石器時代後期から中世まで約4万年にわたる人類の営みが残る場所です。当時の狩猟や儀式の様子を描いた6000点以上もの岩絵が刻まれています。見てきた岩絵からいくつかここでは紹介しておきます。中世の墓石の説明があります。入り口にこのような絵文字があります。オリジナルとしたら結構綺麗に残ってますね。これが一つ見逃せないスポットがこのガバルダシュと呼ばれる大きな平らな岩です。小さな石で叩くと驚くほど高く澄んだ金属のような音が響き渡ります。この音を伴奏にして岩絵に書かれているような伝統舞踊を踊ったようです。アゼルバイジャンの伝統舞踊ヤルのルーツとも言われています。実際はこのぐらいのサイズの岩絵です。弓矢を持った狩人、動物、船が描かれています。実際はこのような岩絵です。岩絵はかなり風化してて、ガイドさんが教えてくれても見逃しそうな感じです。日本の考古学チームも発掘調査に加わっていたようです。どれも同じような岩絵に見えてしまうのは私だけでしょうか。このような切り通しのような見学コースも作られています。今は絶滅したオーロックスという牛の岩絵です。2頭の牛はかろうじて分かりましたが、女性のシルエットは私には見えませんでした。この岩にはたくさんの岩絵があるのですが、私たちはだんだんついていけなくなりました。めちゃ青空。なんか石
牛の文化はトルコもそうだったよね。ね。炎天下歩いたらまた牛の岩絵です。この周辺には多くの牛の岩絵が発見されているため、この時代から人々は定住していたと考えられています。昔の刑務所だそうです。刑務所跡。娘さん見てますか？お母さんと一緒ですよ。なんだ。ここに雨水を溜めて水面に映る自分の姿を見ていたと考えられています。ガラスの鏡がない時代、古代の人々はこの天然の水鏡で髪を整えていたのかもしれません。私たちのツアー仲間です。スネークレパードとかいうか、そうだ、やっぱりそういう動物がいたんですよ。数千年前はもっと温暖で湿度が高く、森林や豊かな水辺があり、大型ネコ科の動物が生きられる環境だったことがここで証明されています。はい、次はコブスタンミュージアムに入ります。ここにいっぱいコブスタンの文字があります。ミュージアムでは係の人がいて説明してるみたいです。もちろんここはレプリカというか、ただ描いてるだけなんで本物ではございませんが、昔の動物の風景。チーターいたね。さっきチーターの岩の絵がありましたが、チーターいました。この人形は毛深いっていうことを表現したいんでしょうか。ここから生命が始まって時代の風景とかが文化とかが書かれております。はい、いきなりもうコザックダンスになっちゃうの。そう。ここに色を塗るとちょっとわかるという感じです。塗らないとわかんない。はっきりわかりますね。このように動画による説明展示もあります。当時の絵文字が解読されて、このように整理されております。すべて意味があるようです。これが面白い。今ちょうどオブスタンっていう看板があったけど、山あいに住宅が建てられています。次は世界初の油井に行きます。1846年にビビヘイバットで世界初の機械掘削による油井が誕生しました。ここに来るまではアメリカの油井が世界初かと思ってました。昔は木のパイプを作ってオイルを送ってたようです。オイルを組み上げていたというポンプです。この採掘ポンプは単なる観光用の展示ではなく、2005年の採掘開始から稼働しており、今でも1日に1トンのオイルを産出しています。現役バリバリの生産現場です。ランチはこのレストランでいただきます。私はサフランライスと、ビーフとマッシュルームを頼みました。あとこれは何のスープだろう。はい。あとアイランですね。あとはこれはロシアンサラダです。パンはフリーです。相棒の方はハンバーグと何でしょうこれ、ご飯と。美味しいです。辛くもなくて柔らかくて、味付けがちょうどいいです。ポテトとかいろいろ豆とか入っているスープです。カレーのようですが辛くないと思います。アイラン、しょっぱいヨーグルト。はい、ロシアンサラダです。なんか日本の普通のポテトサラダ。小豆みたいなライスで、日本のハンバーグみたいで、このクリームっぽいのはさっきジャネさん食べたでもほんのり塩味が効いててクリーミーで美味しいです。もう食べ前の雰囲気です。あそこから自分で選んできます。そう、アゼルバイジャンは石油産出国なんで、どんどんお金が地中から出てきます。湧き出てきます。だから道路も素晴らしいです。次はヤナルダグ、燃える山です。はい、火の山に来ました。こちらでチケットを買っております。
こちらがチケット売り場です。1人15ですか？入ってきまし入ってた。あそこだけ？そう。数千年前から消えることなく燃い続けるヤナルタグ。地中から湧き出る天然ガスで燃えていますが、実は年々その炎は小さくなっているのだそうです。いずれ見られなくなるかもしれない光景です。人さんがおすすめの撮り方を教えてくれました。このようにスローモーションで撮影すると映える動画になります。普通に撮影すると映えませんね。普通に撮るとこんな感じで、スローにすると日がゆっくり立ち上がってきます。スロー撮影はおしまい。橋を渡って丘の方に行っています。みんなが撮りたいのになかなかどいてくれません。丘の向こうはというと、ただの街並みでした。はい炎の山から撮ってます。はい、撮ってます。すごい風が吹いている。はーい。こんな風が強いとなんか大火事になっちゃいそうですが、このセンターの下が炎の岩です。なんかがっかり世界遺産の一つみたいな感じと言うと怒られちゃいます。怒られちゃう。今回ツアーで、知り合いになった、バーミンガム、Yes. バーミンガムから来た、お二人さんです。はーい。 I'm Charlie. I'm from a city called Derby in the UK, not too far from Birmingham. Some of you may have heard of that. I'm Zach. I'm from the same place. We met at school together, あ、すごい。 and I love Azerbaijan. アゼルバイジャン。アゼルバイジャン。Next time, do you have the plan to go to the Japan? Okay? Definitely. Yeah, of course. Yeah. 100%. I gotta see it. Yeah. See you next year in Japan. Great. Thank you. That's okay. インフォメーションセンター内にある展示室に入っています。自分たちが映ってますよ。カメラ、あ、ここ。はい、自分たちが火の人間になります。つい。はい。最後の目的地へ移動。アテシュが火の神殿。ここアテシギャーフは地下の天然ガスにより古代から火の信仰の聖地とされてきた場所です。17から18世紀にかけてシルクロードを往来したインド人商人や巡礼者によって現在の姿に再建されました。四角い中庭の真ん中にはずっと炎が燃え続けているメインの祠があります。かつてはここから天然ガスが自然に湧き出ていました。敷地を四方に囲む塀の内部には10カ所以上の石室があり、かつて修道士たちが過酷な修行や寝泊まりを行った生活の跡が今は展示室として公開されています。なお周辺エリアで近代的な石油・ガス採掘が進んだ影響で地下の天然ガスは1969年に一度完全に枯渇したそうです。そのため現在私たちが目にしている祠の炎は歴史的景観を維持するために都市のガス管から引かれた人工的なものでした。現地でガイドから説明を受けなければ今でも天然ガスが自然に燃え続けている場所だと思い込んでしまうほど巧みに維持されている場所でした。中庭にあるガラス張りの穴はかつて天然ガスが噴き出していた場所や巡礼者たちを送り出す仮想の跡地でした。ツアーでご一緒した日本が大好きなお茶目なアゼルバイジャン人の方でした。サラーン。サラーン。はい、じゃあねーって。じゃあねー。はい。ここでバクー名所6カ所巡りのツアーが終了しました。ツアー参加者との交流も楽しかったです。ありがとうございました。最後にツアーでかかった費用を紹介しておきます。バクーシティツアーズのツアー料金が約3600円。私たちは前日直接オフィスで申し込みをしました。アゼルバイジャンではカードだけで全ての支払いができたので、この日まで現金の両替はしていませんでした。
各入場料もまとめて支払いできるというので、ツアー料金と一緒に入場料もカードで支払いました。よってツアーではランチのみカードで支払っただけです。市内生活では現金がなくて困ったことはないのですが、泥火山で地元ドライバーがチップチップとしつこく要求してきたことぐらいです。バクーシティツアーズのサイトも概要欄に載せておきますので参考にしてみてください。次回はジョージア編になります。まずはトビリシ生活から始まります。では次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。